こんにちは、月島です。今回はドッキングステーション、いわゆる USB ハブを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。この製品はドッキングステーションのカテゴリーに含まれている中では比較的安価です。そして軽量コンパクトであるために持ち運んで使用することも可能なサイズです。また専用のスタンドが付属していて縦置きに対応しているのも特徴の一つです。目次です。本体の外観の確認、接続端子の確認、今まで使用していた USB ハブについて、最後に購入した理由とまとめです。筐体はアルミ素材です。放熱性に優れ、見た目も高級感があります。スタンドがない状態で重さは 121g です。サイズは横約 13.4 センチ、縦約 6.3 センチ、厚み約 2.1 センチです。スタンドは 132g あり、このサイズ感からすると重たく感じます。中に金属が仕込まれていると思われます。底面にはゴムが貼り付けられています。横に動かしても滑らないです。スタンドを使用して縦置きすると、高さは 14.5 センチで、横幅は 8.5 センチ、厚みは 4.7 センチです。重さは 253g です。付属のケーブルはドッキングステーションとパソコンを接続するために使用します。左から 3.5mm ステレオミニ端子です。4極の端子に対応していて、ヘッドセットなども使用できます。USB 3.0 端子が3つあります。データ転送速度は 5Gbps です。SD カードスロットとマイクロ SD カードスロットです。データ転送速度は 104MB/s です。通電すると光るランプです。左から充電専用の USB-C 端子です。ここに充電器からの USB-C ケーブルを接続します。有線 LAN 端子です。HDMI 2.0 端子です。4K60Hz に対応しています。4K で映像出力したい場合は、パソコンの USB ポートのバージョンや使用するケーブルによってフルに出力できない場合があるそうですので、注意と確認が必要になります。USB 3.0 端子が2つあります。データ転送速度は 5Gbps です。パソコンと接続するための USB-C 端子です。製品に付属するケーブルを使用します。以上が接続端子になります。今までは MacBook Pro 左側の USB 端子に直接挿すタイプの USB ハブを使用していました。間に余計なケーブルがなくスマートで良かったのですが、私が使用してきた限りで3つ問題点がありました。1つ目はケーブルをたくさん挿すと重さに負けて下に傾いてしまうことです。DC73 というタイプのものは本体にセットしただけで傾きます。いつか折れてしまうのではないかと常に気になりながら使用していました。また軽く手が触れただけでディスプレイが映らなくなったり USB 機器の接続が外れてしまうこともあり困っていました。2つ目は外部ディスプレイやオーディオインターフェース、外付けハードディスクなどを複数接続した状態で起動したり再起動した時に接続した外部機器が認識されないという現象が多くありました。そういった場合はケーブルをすべて外し再起動した後に一つずつ機器を接続する必要があります。ソフトをインストールするときなど強制的に再起動されると起動後に外部機器が認識されず手間がかかることになります。USB ハブは結構発熱します。
Mac 本体に直接接続していると Mac 本体の発熱に加えて USB ハブの熱も追加されます。Mac 本体のファンが強く回るケースも多く気になっていました。ドッキングステーションを使用した場合は Mac と離れることができますので、発熱に関しては多少なりとも改善されると思います。今回購入したドッキングステーションを使用した場合、少なくとも1番と3番は解消されます。2番目の問題は使用してみないとどのようになるかわかりませんが、普通に使えるといいなと思います。また、ドッキングステーションを使うと Mac 本体の USB 端子が1つ開くのもメリットに感じています。ドッキングステーションは高価であるのと、ほとんどの商品が2つや3つのディスプレイ出力を装備しています。私は1枚の外部ディスプレイしか使わないので、ドッキングステーションが欲しくても選ぶことができないでいました。今回私の求める条件である縦置き、軽量、無駄のない端子、安価という条件に合うドッキングステーションを見つけられましたので、導入してみることにしました。長く安定して使用できるといいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。